ブレーメン、ドイツ、スイスのインターラーケンで耳にする言葉はいずれもドイツ語の方言だと考えられていますが、ブレーメンの人がスイスのアルプスを訪れてその土地の言葉を聞いたらきっと理解できないでしょう。同様に外国からはしばしばマンダリンと広東語は中国語の方言だとみなされていますが、この2つはスペイン語とイタリア語より異なっています。反対にデンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語は異なった言語だと認識されていますが、大抵はそれぞれの母語でさほど問題なく会話することができます。また吹き替えや字幕なしのトルコ語の連続テレビドラマがアゼルバイジャンでは人気番組の一つになっています。では方言と言語はどこで区切られているのでしょう。相互理解が可能かどうかの度合いにより2つの言葉が別々の言語とするか、同じ言語の方言であるかを決めるのが妥当でしょう。しかし先ほどの例のように相互理解とは無関係に分類されている場合が多くあります。驚いたことに多くの場合言語と方言を区別するのに発音や語彙またはその他の言語学上の特徴は全く考慮されていません。しかしそれは偶然の産物ではなく政治が絡む問題です。公式に言語とみなされる基準は1500年代に始まったヨーロッパの国民国家の出現によって登場しました。多数の国民国家は中央集権国家や明白な国境線や国家支援による教育制度を確立し、維持するために標準語の普及に力を注ぎました。標準語として選ばれたのは大抵首都で使われていた話し言葉でした。他の言葉も存続しましたが、しばしば下級の言葉として扱われました。この習わしがヨーロッパ諸国による植民地化とともに世界中へ広がり、近代にまで続いたのです。例えばイタリアには15以上の方言とされる言葉が存在します。その一つであるフィレンツェの方言が1861年に国家の政治的な統一がなされた時に標準イタリア語とされました。ダンテやマキャベッリなどの著名な作家がフィレンツェの方言で作品を書いたことが選ばれた理由でした。そしてそれがイタリア国家のアイデンティティを象徴するようになりました。中にはそれを好都合だと考えた人もいました。後に統一ファシスト国家を樹立したイタリアの独裁者のムッソリーニは言語の統一こそが重要だと考えました。ムッソリーニ政権は標準イタリア語の普及を促進し、方言は時代遅れで品のない言葉だと言い放ち、公共の場での使用を禁じました。給食申込書から法廷での証言まで世界中で標準語が門番のような役割を果たしました。例えば1999年に行われたある調査では、家主は入居希望者の英語の話し方によって対応を変えていたことが示されました。入居希望者が黒人英語 AAVE を話していた場合、家主は入居を断る確率が高く、白人が話すイメージがある標準アメリカ英語を話していた場合、家主は前向きな返答をする傾向が強かったのです。どちらの言葉も英語の方言と考えられていますが、アメリカ人の中には AAVE を間違った英語もしくは簡易化された英語とみなしている人がいます。しかし AAVE の文法規則には一貫性があり、その他の英語と同様に洗練された言葉です。言語学者は方言という用語を避ける傾向にあります。その代わりに多くが言語変種と呼んでいます。そうすることで言語は変種の集まりとみなされます。英語という言語は多数の言語変種から成り立っています。標準イギリス英語、標準アメリカ英語、AAVE、ナイジェリア英語、マレーシア英語など他にもたくさん存在します。それぞれに独特の歴史があり、特有の発音、語彙、文法構造が存在します。しかし言語変種間の境界線ははっきりしていません。人間の言語は絶え間なく相互交流し進化し続けるので、当然ながらきっちりと分類分けをするのはたやすくありません。多くは話し言葉は言語学の連続体のようなものの上に存在しています。そこでは言葉同士が重なり合って、その違いは徐々に広がっていくものであり、明快な境界線がありません。そのことが混乱を招くことがあるものの、動的で多様で幻惑的な人間のコミュニケーションの魅力なのです。そもそも言語はどのように進化するのでしょうか。この動画でご紹介します。毎週新たに学びたいならチャンネル登録を。